だイルカは友達。早速理論が崩壊してるぞと。俺だぜ、ラドンだぜ。なんかいまいち売れなかったアイドル女優とか。はい、どうもよろしくお願いします。高倉和也でございます。というわけで、ゴジラ怪獣の好きなところをひたすら語っていく動画シリーズ、ゴジラ怪獣ここが好き。今回もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速、本日紹介する怪獣はこちらでございます。ラドンということでですね、まあ言わずと知れた空の大怪獣でございますが、今回のですね、ラドンの紹介なんですが、ざっくり3つの構成に分かれております。こんな感じでね、まずはラドンの概要、大体こんな怪獣ですよとか、こんな映画出てましたよっていうのをご紹介した後にですね、キャラクター性の変化ということで、ラドンがですね、各時代において映画の中での扱いとかですね、そういったところでキャラクター性がちょっと変化してきているなというのを僕は感じておりますので、その辺をですね、ちょっとお話ししたいなと思います。そして最後にラドンのこれからということで、これから先ね、ラドンくんの映画がいろいろ作られていくだろうと思いますけれども、どんな風にね、活躍していくのか予測しつつ、こんな感じになってほしいというね、願いも込めつつ、そういったことをね、お話しできればいいかなと思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。ということで、早速参りましょう。まずは、ラドンの概要です。かなり、ウィキペディアコピペ多めのね、それ知ってるよ的な情報がね、多いと思いますけれども、まず出演作でございます。空の大怪獣ラドン、デビュー作ですね。それから三大怪獣、地球最大の決戦、ゴジラ、モスラ、キングギドラと共演した、もう、一大大作でございます。そしてゴジラ、キングオブモンスターズの最新作でございますね。などなど、他にもね、もちろんいろいろ出てるんですけれども、主だったものはこれくらいかなというふうに考えております。結構ね、どれも思い出深いんですけれども、三大怪獣地球最大の決戦とかもね、僕は全然世代っていうわけではないんですけれどもね、結構その、ビデオで見たりとかして、結構馴染み深い作品でございます。多分この中で、三大怪獣地球最大の決戦が一番もう回数として見てるんじゃないですかね。未だにビデオとかね、ビデオ、ね、今のね、子供とかビデオって何ってなると思いますけど、ね、VHS ですよ。でけえ四角い箱ですよ。多分まだ探せばね、家のどっかにあると思うんですよね。録画したビデオかなんかが。それぐらいもう擦り切れるほど見るっていうね、表現がまだ生きていた時代ですから。ね。もう、今のから DVD を擦り切れるまでとかわかんないですよね。そんな話もしつつですけども。ね。キングオブモンスターズも面白かったです。出演作はね、ざっくりこんな感じじゃないでしょうか。続いて、ラドン君の特徴なんですけれども、まずプテラノドンの突然変異体っていう風にね、そういう設定としてなっております。空の大怪獣ラドンでね、説明されていたところですけれどもね。なんか、映画の中でのシーンでもありましたね。世界各地で撮られたね、ラドン君、写真がね、撮られるんですよ。謎の怪鳥出現ということでね、この写真をね、世界各地で撮られるんですけど、ね、その写真と、プテラノドンのね、復元予想図みたいな、イラストみたいなのあるんですけどもね、そのイラストみたいなものがあるんですけど、それをね、重ね合わせてみて、おおぴったり合いますね。これをプテラノドンの変異種じゃないですか、ね、予測というかね、断言しちゃうんですけど、合わせにいけるだろうとね。いくらでも合わせにいけるじゃないかというね、疑問もありますが、あそこまでぴったり合うとね、そう思っても仕方がないかなというところはございますね。はい。それから、怪獣としての武器としてはソニックブームを起こすという特技がございます。僕結構ね、今回の動画作るにあたって、一応調べ直すまでは、単にね、強い風を起こすくらいに捉えてたんですけど、なんかね、調べたら、ソニックブームを起こす。もうそのレベルの強風なんですね。ちょっと強い風とかじゃないんですね。もう音速を超えた、力が働いてるっていうことで、すごいですよね。なのでソニックブーム使いですよ。ね。スト2の、あいつ、ね。なんだっけ、待ってる人。街の人ね。ソニックブームの人ね。全然モノマネしようという意志すら感じられないレベルで似てないですけどね。そのね、ガイル並みの、間違える並みのね、そのソニックブーム使いですよ、ラドン君もね。はい。それからね、虫を食べるっていうね。メガヌロンか。ね。古代トンボの幼虫みたいな。ね。でけえ虫がいるんですけど、ラドン君はそれをね、バクバクと食べます。虫を食うっていうね。もう、昨今あれですよ。ね。
世界の食糧危機を救うのは昆虫食だと。ね。このもう2010年代後半に入って言われているようなことをですよ。ね、もうこのね、1950年代 ?60 年代それぐらいからね、実践しているというね。もう世界のね、もうエコロジストですよ。エコロジストラドンですね。公共のね、映像作品の中で、まあ虫を食うっていうのはね、まあもうダチョウ倶楽部さんと比べても全然先輩ですから。ね。そういう意味でもすごいね、この偉業というか、もう先達者ですよね。そういうね、功績もあるわけで。あと、イルカも食べますね。はい。怪獣送信劇の中でイルカを取るシーンがありまして、はい。イルカも食うんですね。虫を食うのはね、こう、エコロジスト的にはありかもしれないですけど、ね、イルカを食うのはちょっとどうなのっていう、ね。うん、急にこうね、この怪獣は虫を食べるんですよ。あら、すごい。世界情勢に乗っ取ってるわね。素晴らしいわって言ってたのに、あとイルカも食べますって言った瞬間に、急にブチ切れてきそうですけどね。イルカは友達って言ってきそうですけど。ね。うん。まあね、海外人気も出てきたところですからね、このイルカを食べるっていうね、ところだけはちょっと海外にはバレないようにね、してほしいなと思いますけれども。まあこんな感じでね、ラドン君の特徴でございました。そして続きましてですね、キャラクター性の変化ということで、まあね、キャラクター性って要するにその、芸能人のタレントさんで言ったら天然キャラとか、ね、なんだろう、メガネキャラとか、そういう意味でのね、そういう方向でのキャラクター性っていうところなんですけれども、結構ね、時代によって、ラドン君のね、このキャラっていうのは、割とね、変貌してきてるなぁと僕は思いまして、今回ちょっとまとめさせていただいたんで、ちょっとね、聞いてほしいんですけど、まあ、ある程度ね、最初の頃っていうのはですね、孤高期というのがあって、ね、もう、一匹狼的なね、こう、かっこいい、ね、孤高の存在みたいな時期がね、あったと思うんですね。それがですね、しばらくすると、ちょっと迷うんですね。うん。あれ、これ、いいのかな俺このキャラで言っていいのかなっていう時期が、ちょっとあるんですよ。それでね、結構その、まあ、試行錯誤して、あれもやってみよう、これもやってみようって言った結果、最終的にね、現在、ごますり期ということでね。ね、こういう感じでね、孤高期があって、瞑想期があって、ごますり期というね、時期があるという、だいたいこの3つの変化をね、起こしていると思います。まあちょっとね、それぞれの時期でね、どういう風な特徴というか、どういうキャラだったかっていうのをね、見ていきたいんですけども。まずは、孤高の怪獣ラドン。ね、孤高期ですね。このですね、孤高期というのがですね、いつからいつまでか。まあ、空の大怪獣ラドンデビュー作から、怪獣送信劇まで。要するにこの昭和の時期に公開されてたラドンが出る映画ですね。なのでまあ、もうやっぱ昭和の時代って言ったらね、まあ、男は黙って、ね、もう涙は見せねえみたいなね、感じのキャラがかっこよかった時代ですから、ね、その時期に合わせてなのかなと思うんですけど、この頃のね、ラドン君はやっぱりね、一人で、っていうかもう、一人が似合うというかね、孤独を愛するみたいなところがあると思うんですよ。ね、例えばまあ、何でしょうね、僕の感想ですけど、この群れない一匹狼感っていうのがね、あると思うんです。うん。まあね、デビュー作からいきなり2匹出てきますけど、群れてんじゃねえかって話ですけどね。早速理論が崩壊してるぞとおっしゃるかもしれませんけれども。まあね、ラドンというその、種族自体が、こう、孤高の種族みたいなことなんで、そういうことと捉えてください。はい。やっぱりね、共闘はするけど、慣れ合わないぜっていう、ね。この、ちょっとキザな感じ。ね。これがね、昭和の頃のラドン君のね、かっこいいところなんですよね。一緒に戦うにしても、まあね、ゴジラとか、ね、怪獣送信劇なんかもものすごい数の怪獣と一緒に戦ってますけど、まあ、一緒に戦うけど、なんかこう、仕方ねえな、みたいな。力を貸すぜ、みたいな。俺だぜ、ラドンだぜ。力を貸すぜ。いいぜ、みたいな。ね、語尾に是がつきそうな、ね。そんな感じのキャラクター性だと思います。はい。ただですね、この最後のね、孤高期最後に出演した怪獣送信劇でですね、ある宇宙人にですね、まあ、コントロールというか、脳波コントロール的なことをされまして、まあ、ちょっとね、頭をいじられた感というか、ね、怪しげな電波を受信した疑惑があるんですよ。そのせいなのかですね、ちょっとこの後ね、
なんかおかしいっていうか、ね、瞑想するっていうか、ね、時期があるんですね。それがこの瞑想怪獣としてのラドン君。いつからいつまでっていうところなんですけども、この瞑想期というのが、ゴジラ VS メカゴジラからゴジラファイナルウォーズまで。まあ、平成のね、バーサスシリーズ、その後ミレニアムシリーズに、かかる感じなんですけども。これね、どういうことが起きてたのか。まあ、瞑想すると言ってもね、こう、いろいろありますから、ね、どんな方向でね、迷ってたのかっていうところなんですけども、多分ね、ちょっと自分のキャラにね、疑問というか、俺このままでいいのかな的なね、ところを感じてたと思うんですよ。おそらく。なのでちょっとイメチェンしてみようと。ね。なんかちょっと自分変えて、ね。いい感じにしてみようと思ったんじゃないかなと思うんですね。なので、まずやってみたことですね。よし、イメチェンしよう。ね、体を赤くする。ね。ね。ちょっと体染めちゃおうかなってね。大学生かなっていうね。あいつ今年入ってきた1年だけど、入学したらいきなり髪染めたぜ、みたいな。そのレベルで。まあまあ、でもね、まず見た目からですから。ね。体の色変えて、新しい自分に出会いたいみたいなところなんじゃないですかね。それからですね、熱線を吐いてみるっていう。ちょっと吐いてみようかな。あ、意外と吐けるわっていう。ね。吐けちゃうんですよね、熱線。一応ゴジラのね、熱線を食らった影響で吐けるようになったっていう感じですけども、やったらできるんだなっていう。ね。大体あれですよね。ちょっとこうキャラに迷ってきたベテランの俳優さんとか、なんか特技身につけて帰ってきますよね。なんか、ね、ベテラン俳優の何々さん、こんなこともできるんだ、みたいな。ね。それちょっとバラエティとか出たりとかしてね。なんかね、すごい特技ならいいんですけどね。なんか、竹馬できますとかだとちょっと対応に困りますよね。ベテラン俳優のなんとかさんが竹馬をしてるみたいなね、映像をバラエティで流されてもっていうね、ところはありますけど、まあ、それに比べたらね、ラドンのこの特技、新たに習得した特技すごいですよ。熱線を吐くんですから。実際に威力も高いですからね。もう、メカゴジラとかガルーダとか、ダメージをきっちり与えてますから。すごい威力なんです。ただまあ、いろいろね、こう試してみた結果ですよ。まあ、ここにね、出した他にも、ちょっとこう、ね、小さいベビーゴジラっていう可愛い赤ちゃんにね、なんかこう、愛情を持ってというか、なんか、親心っていうか、兄弟心っていうか、そういうのでちょっとなんかこう、人情派的な、ね、ね、実はいい人ですみたいなアピールを出してみたりとか、いろいろね、こう、探り探りやってるんですけど、いろいろやってみた結果、すぐやめましたね。ゴジラファイナルウォーズ、元のラドン君に戻ってましたね。多分いろいろやってみた結果、オンエアチェックっていうか、ね、自分の出演シーンとか見た結果、ちょっとこれ違うなーってなったんでしょうね、きっと。もう帰ってすぐ体の色を落としたでしょうね。お風呂でね、長めに使って、じっくりこう体のね、染料を落としたんじゃないかなと思うんですけども。結構ね、大変そうだなというところですよ。いろいろね、努力しなきゃいけないんだろうな、こういう世界ってっていう感じですね。こんな感じでですね、ここに至るまで、まあ、デビューしてからね、それこそだって最初はもう空の大怪獣ラドンっていう単独主演作ですよ。で、しかも、あれは確か東宝怪獣映画では初のカラー作品っていうね、こう、結構メモリアルなね、ところの主役を取ってるわけですよ。新人アイドルですよ、言ってみれば。ね、デビュー作でいきなり主演ですか？しかもそんな大作にみたいな。だったのに、だんだんね、こう、進んでいくに従って、芸歴を重ねるに従って、なんか、いまいち当たらないなっていうね。なんか、一応でも、鳴り物入りデビューしたあの人だし、まあ、見せ場とか欲しいよね。まあ、一応、忖度しとくみたいな感じで、一応見せ場をもらえてるんだけど、なんか、いまいち突き抜けないよなっていう、ね。そういうなんかこう、いまいちね、こう、いじりづらいというか、なんか、こうね、なんか社長の鳴り物入りでデビューしたけど、なんかいまいち売れなかったアイドル女優とか、クソ偏見まみれの言い方ですけど、ね、そんな感じの雰囲気ですよ。ここまではね。ただこの後ですよ。もう、
ね、すごいいいキャラ、ね、がっつりいいキャラがね、つきますから、ここで。ゴマすり機ですよ。ゴマすりクソバードですよ。でも、この動きするのは、ラドンしかいないっていう、なんか、伝わるかちょっとわかんないですけど、心中する物語、心中物としての見方もできるんじゃないかなと